はい、ババンババンバンバンバビバビバババンババンバンバビバのババンババンバンバンバビバビバババンババンバンハビバのはい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有していい夢見れるライフを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこに夕飯の残りのカリカリとシーバを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方はぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押してスパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、三毛猫のたまちゃん、チャトラのまさるくん、画面に収まっておりませんが、白茶のゆりさん、白黒のくうたくん、グレーのぐーちゃんと、我が家にはあれ全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしておりますね。結局、たまちゃんが今食べてくれてるから、まあいいかな。今日はさ、朝な、黒缶あげんだけどさ、黒缶全然食べなくて。でね、なんかカリカリトッピングしてやったらこの前食べたからと思ってさ、お昼になっても全然減ってないんでさ、カリカリトッピングしてやったんだよね。でも全然減ってなくてさ、なんだよと思ってたわけよね。で、今日はさ、シーバをもらったわけよ。天岐阜でシーバが届いてさ、お、シーバ届いたぞと思ってね。だからもうね、これ、シーバ、なんだ、乗せるわけじゃない。周りに、皿の周りに、つけてあったんだけど、綺麗に皿の周りだけ綺麗になっててな。真ん中のカリカリ結局残ってんじゃんな。まあ、にゃんこを買うっていうのは難しいもんでございますな。はい。というわけで、一日一個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。で、なんでジャスティスっていうかっていうと、後ろにいるうさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。
で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティスと言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では、いきますよ。せーの。ジャスティス、たけし、ゆりたん、ジャスティス。今日は塩入りのぬるい水。ぬるい水。なんか合ってるのかな。ぬるい水です。塩を入れたんだけどさ。で、ポットにまだね、お湯がたっぷり残ってるわけよね。もう全然昼間飲まないんでさ。朝、勢い余ってね、いつも通り沸かすはいいけどさ、全然飲まないんでさ、まだ残ってんだよなと思いつつさ、まあ暑いからね、やっぱお湯ではないなと思ってさ、だから塩を溶かすのにちょっとお湯を使ってみたわけよ。で、あと水入れてみたんで、まあ、ぬるい水ですよ。そんくらいじゃ全然お湯減らないね。始めたかな。さすがに全然食べてないからさ、ねえ、食べないとうんち出ないからね、食べてくださいよって感じなんで。人間だったらさ、うんち出なかったらまあ野菜食えって感じだけどさ、猫の場合肉食だからさ、野菜食えってわけにもいかないしさ。で、あげるのだってね、まあ、黒缶かカリカリかぐらいしかさ、あげようがないっていうのを手作りご飯は食べてくれないからさ、だからそれ食ってくれよって感じなのに、それぞれ食べないんでさ、じゃあもうなんならいいんですかっていうね、今、そんな世界なので、食べてくれよっていう感じをいつもね、なんか、うんちの時間になると出なくて騒ぐんでな。食べないからだよっていう感じなんだよね。カニタンさん、ジャスティス、こんばんは、ボンソワ、本日もお付き合いよろしくお願いいたします。ヨッシーさん、ジャスティス、ありがとうございます。てんたまさん、今夜もジャスティス。藤子さん、皆様、こんばんは、ボンソワ、本日もお付き合いよろしくお願いいたします。で、なんだっけ、そう、今日質問がないんだよね。そう、質問考えてたら寝ちゃった。質問考えたら寝てたんだよね、気づいたらね。あれと思ってさ、まあ、動画の編集を今日はさ、やってて、体がもうね、しんどくなってきて、夜になってさ。でね、これの質問思いつかなくて、質問が思いつかねえなと思って、にゃんこが寝てたんでさ、もう一緒になってね、ゴローンってしてたら、もうそれっきり爆睡。爆睡してたよね。気づいたらもうね、だいぶ時間回っておりましたみたいなな。今日の動画は長尺の動画だったんでね、まだ動画が残っててよかったけど、よかったけどな、もうこれ以降の動画長尺じゃないんで短いんで、ね、もう寝ちゃったらアウトもう終わってるよって世界だから。今日はよかったよ。長いのでなと思ったよな。ピヨンさん、質問しません。はい、すいません。思いつかなかった。思いつかないで終わっちゃった。カニタンさん、さっきは藤子さん、不在がなくて、天玉さんが半泣き。それで助けてください、助けてください言ってたの。なんか助けてください言ってるなっていう感じだったんだけどさ。何が起きたかなと思ったんだけど。ということだったのかね。はい。大変失礼しました。でも長尺動画だったおかげでね、後半は入れたので、よかったよっていう感じな。ね。で、あとは終わり。今日の話。今日の話終わったな。あと何があったかな。今日は土曜日で、今日はゴミ捨てしたんだな。何そうそう、ゴミ捨てしたから、そのシーバーに気づいたんだよ。なんか多分ね、シーバー届いたのね、昨日の夜、寝る間あたりだったんじゃないかなと思うんだよね。でね、玄関前でなんかガサガサ音してるなと思ったけど、ただまあ住人いろいろいるんでね、
だからってなんか荷物届いたなっていう感じではなくて、なんか玄関あたりガサガサしてるなっていう感じだったんだよね。でさ、天城府はさ、置き配なんだよね。アマゾンで買い物した時の荷物は置き配にしてないんだけどさ、天城府は置き配なんでね。だからまあそんな変な時間に届いたりとかするんだよね。で、今日はね、なんだっけ、ボトルのゴミの日で、ペットボトルがまあいっぱいになってたんで、そろそろこれはね、捨てとかないとあれだからと思ってさ、それを捨てに行ったんだ、今日はな。そしたら、天城府が届いてて、で、と思ってな、また置き配だよと思って。しかもさ、玄関がね、こっちって書いてあるわけ。こっちは玄関じゃないよ。こっちだよってしてんのに、いつも天城府はこっちに置いてあるわけよ。なんかもう全然本当に外に出ないと。やっぱり外に出ないことまあ多いからさ、生もんじゃなくて、本当って感じだけどね。まあアマゾンのね、ウィッシュリストに生ものは入れてないとは思うけどさ、もう本当ヒヤヒヤするんだよね。もうなんで置き配なんてシステムがあるんだよっていう感じでな。で、まあ届いてて、シーバ届いた。早速シーバ届いたと思ってね、今日はシーバもらいましたっていう写真を撮って投稿しようと思ったんだけど、まあ、シーバ上げてるところ撮ろうかなと思いつつさ、全然カリカリがなくならないもんだからさ、カリカリなくならないのにあげるのもなんかなと思ってさ、なくなるの待ってたんだけど、なんかすっかり日が暮れちゃったんでちょっと上げてるところの写真は撮れなかったけど、まあ、とりあえず、天城府送ってくださった方、ありがとうございます。にゃんこは喜んで食べましたよな。カリカリ残して。カリカリ残してな。シーバだけきれいに食べたな。テンタワさん、香川県民が泣いた。失礼しました。テンタマさん、セカチュウ並みに助けてくださいですよ。なんか助けてください、助けてください言ってたよね。ヨッシーさん、寝ていたとは疲れてますねっていうかね、横になると寝ちゃうんだよね。どうにかしてこの病気みたいなな。だから、のび太顔負けみたいな。のび太と、対決して、まあ、どっちが勝つかなみたいな、そんな感じね。横になると瞬間で寝るから。そう、それでさっき思い出したけど、動画見てたんだけどさ、うつみんが、佐藤光郎さんと一緒に出てる動画をさ、見たんだけど、なんか睡眠薬の話をしてたんだよね。いや、そうなんだと思ってさ、そうなのかと思ってね、睡眠薬は絶対飲んじゃいけないみたいだな。よかったよね。だからこんなん寝れるっていうのはな、ありがたいことだなと。それでちょっと言い訳というかな。まあ、寝れるっていうことは素晴らしいことだなとね、思いました。えーっと、寝ていたとは疲れてますね。わかんない。病気。横になると寝ちゃう病気。ピョンさん、昨晩4年ぶりに職場の飲み会ありました。へえ、仲良しなんだね。てんたまさん、ピョンさん、飲み会いいですね。てんたまさん、歌えると主役ですね。あ、そうだよね。歌える人はそういうのあるといいよね。ぴょんさん、てんたまさん、二次会は博多のライブバーでしたよ。てんたまさん、ライブバーいいな。人気者になれますよね。そう。で、そう、思い出したというか、また昨日だかなんかに見た動画なんだけどさ、私が働いてた六本木のライブバーがね、あったところ、再開発で、なんだ、退去っていうのかな、なんかされてるみたいで、もうそこの辺ね、自分がまさしく
働いてたところの周辺ね、すっかりなくなっててっていうか、中身はもうね、すっかり抜け殻になってて、で、ね、なんか工事が入るのかなみたいな感じらしいんだよね。で、出来上がるのが5年後ぐらいになるのかなっていう感じなんだけどさ、あ、そうなんだと思って、なんかね、今ってどうなってんのかな。まあ、さすがにもうないとは思うんだけど、オーナーの人がもうすでにね、私がね、うちに来ないかって言われた、そのオーナーさんがすでにその時、もうね、病気で具合がかなり悪そうな状態だったんでね、さすがにもうね、引退してるとは思うんだけどさ、だから、お店自体は、ただどうなのかなと思って、他の人がね、引き継いで、なんかやってんのか、違うお店になって、なんかやってたりとかするのか、なんかどうなったかな、なんていうふうに思ってたら、なんかそんな動画上げてくれてる人がいてさ、いや、そうだったんだなと思って、すっかり綺麗になくなっててさ、この辺通ってたもんなと思って。この辺にこんな店があったよな、あんな店があったよな、なんて思いながらさ、なんかその様子もあんまりよくわかんない状態だったんだよね。いや、そうかと思って。ね、なんか六本木ヒルズだったっけ？六本木ヒルズの、なんか第二六本木ヒルズみたいな、なんかそういうものをね、作ろうとしてるみたいなんだよね。で、それが出来上がるみたいで、だから、だいぶ高層の建物が、なんかできるっぽいんだよね。いや、そうなのか、みたいのを、この前見たばかりを、昨日かなんか見たばっかりだったな。いや、私がいたところ全部なくなる。私がいたところって全部なくなるなと思って、ここもなくなるんだな、みたいなね。まあ、そもそもいかにもなくなりそうでなくならない結構しぶとい場所だったよなと思ったんでさ。まあ、なくなってもおかしくないか、みたいな感じはあるんだけど、まあ、とにかく私がいたところ全部見事になくなるよなと思ってさ。破壊のパワーをなんか持って生まれてきたのかな、私って思うよな。カニタンさん、楽しそう。乱入したよ。乱入してほしい。ね、その様子を見たいよな、外側からな。その様子を外側から見たいよ。ピヨンさん、お酒飲みながら、楽器触らせてくれるお店は貴重だわ。あ、そうなんだろうね。だから楽器やりたい人が多分来てたんだと思うんだよね。センタマさん、カニタンさんのライブは乱入動画楽しそうね。乱入動画だったら見たいよね。センタマさん、ライブハウスのオーナーは、過労とか、飲みすぎとか大変そうね。まあ何があったかどうかはわかんないんだけどね。かなり太ってる人だったからね。ピョンさん、嫌な上司が実は、凄腕のギタリストだったの。ああ、そうそう。まあ別に嫌な人っていうわけではないけど、そのオーナーさんはなんか、ちょっと有名だったのかな、昔の、なんかバンドの、ドラムだったみたいなんだよね。だからドラムを叩かせると、やっぱりね、安定した演奏してくれるんで、なんかさすがだなとかって思うんだけどね。それ以外はなんか具合悪そうだから具合悪そう。客席のソファーでいつも寝てたんでな。なんかね、大変そうだなって感じだったんだよね。タニタンさん、今時大変な仕事だよね。上司がミュージシャンあるある。そうなんだ。テンタマさん、上司がクラプトン。なんか、全然知らないからさ、自分が一生懸命、練習するのに一生懸命でさ、他人のことあんまり知らないんでね、なんか、好きなミュージシャンがいて、それに憧れて音楽始めたとか、そういうきっかけじゃないんでさ、
知らないんだよね。どういうグループとかさ、どういう人が過去にいたとかわかんないんだけど、なんか知る人ぞ知るみたいな感じらしいんだよね。だからまあそこのお店の常連さんっていうのかな、お客さんっていうのかな。もうやっぱりその人に憧れて、で、なんかね、来てるみたいな感じの人もいたもんねっていうね、感じだったかな。ね、あそこ長くなるんだ、みたいなね、感じでございましたよ。うん、ね、はい。はい。で、ゴミ捨てまで話をして、甘いもらって話したんだっけ。で、あとは、今日農協行ったか。農協行って今日はね、小銭がね、100円しかなかったんだよね。100円しかないなと思って、でもまあ1000円札があるから、最悪それ崩してもらえばいいかと思って、1000円札とさ、100円玉握りしめて、今日は農協行ったんだよね。そしたらね、なんか品揃え的には、やっぱりね、夏場だからね、いっぱいあって、品揃えはまああるなと思って、で、どうしようかなと思ったんだよね。で、今日は結構100円のものもいっぱいあったんで、100円のあるなと思って、でも1個しか買えないなと思ってさ、1個しか買えないからな、どうしようかなと思ってね。ピーマンが3個か4個入って100円だったんだよね。ピーマン最近食べてないからピーマンにするか、あとは、なんか株がね、そこそこね、100円でこのくらいだったらいいんじゃないっていう感じだったんで、で、株にしようか、どうしようか、みたいな感じで悩んでたわけよ。でね、プチトマトっていうのかな、ミディアムトマトっていうのかな、が4つで100円っていうのがあったんで、4つで100円はちょっとどうかなと思いつつ、トマトそれ1個しかないしさ。で、トマトをね、あんまり食べてないし、まあ、ちょうどいいといえばちょうどいいし、とかなんかいろいろね、あったんでね、悩んでたんだけどさ。でね、じゃあ、株が一番量が多そうだから、量で決める。ね、株にすっかと思って、で、無人、販売っていうのかな。箱が置いてあって、そこにお金入れて、でね、持ってってくださいよっていうシステムなんで、そこの箱にさ、お金入れようとしたら、今日はね、珍しくね、お金全然入ってなかったんだよね。だから、なんだ、今日私、最初の一人だったんだ。最初のお客さんだったんだ、珍しい、みたいな感じでね。じゃあ、この品揃え、まだ一個もね、売れてない状態だったんだ。へえ、なんて思いながらね。しょうがない、100円しかないからと思って、株だけね、買ってきましたよっていうので、で、お腹空いてたんだよね。お腹空いてたんで、なんか農協行って食べられるのもあるかしらと思って、で、株買ってきたんでね、早速株を薄く切って、で、塩もみしてごま油かけて、もうね、株はもっぱらそればっかり食べてんな。やっぱり暑いからね、なんかもうね、煮込む気にはならないんだよね、もうね。もう煮込みはちょっとみたいな。今まではかさ増しのためにさ、なんかおじやにするからご飯炊いたらさ、そのおじやするようにスープを作ってね、まあそれに野菜入れて食べてたけどさ、だけどなんかもう煮込みももう嫌なんでね。もうなんだ、きゅうりを刻んで食べたり、だから昨日もね、ズッキーニ、この前買った巨大ズッキーニの残りが半分あったんで、夜お腹空いたんでね、どうしようかなと思って、ズッキーニあるなと思ってさ、で、ズッキーニ生で食べれっかなと思って調べたらさ、なんか生で食べれるらしいんだよね。ただまあ、えぐみが気になる人は、塩もみしてみたいなこと書かれてたから、あ、やっぱそうだろうなと思って、ただまあ、生で食べれるんだなと思ったんでさ、昨日はズッキーニを薄くスライスして塩もみしてな、で、食べたのかっていう感じでもう最近、とにかく野菜を刻んじゃ塩もみして食べるみたいな、そんな感じなんで、今日も、さっさと株をさ、
塩もみして食べたんだけど、もうあっという間に食べちゃったから、なんか食べた記憶が飛んでて、今日何食べたっけなってさっきさ、振り返った時に、朝のコーヒーのお供の米粉パンケーキでしょ。で、お昼にご飯炊いて、納豆ご飯とサルカニ合戦ご飯でしょと思って、で、あれそれしか食べてなかったっけなんて思って、じゃあどうしよう、お腹空いてるけど、どうしようなんてふうに思ってたんだけど、あ、そうだ、カブをさっさと食べたの忘れてたと思ってさ、もう記憶が飛んでるところが恐ろしいなっていうぐらいのね、スピードで、今日はカブを食べました。てんたまさん、上司が、キースムーン、てんたまさん、上司がゆりさん、はい、ゆりさん、もう上司です。振り回されっぱなしです。ピヨンさん、てんたまさん、適当やん。カニタンさん、はてな。ピヨンさん、4つで100円、安い。ヨッシーさん、ミニトマト4つですよ。高いでしょうね。そうでしょう。私の感覚では高いのよ。高いんだけど、最近トマトがね、高いから、それでもね、なんかスーパーのトマトと比べると、どうなんだろう、安い方なのかなみたいな、なんかそんな微妙な感じだったんだよね。だからたまにはトマト食べるには、これ買うのが一番平和的なのかなって散々悩んだわけよ。なんだよ、よりと。ちょっと、はい。なんで私の上でおしっこするのかね、ゆりたんはね。どうしてそうなるの？どうしてそうなるんですか？すっきりしましたかね？満足げだな。すっきりしたんだな。じゃあよかったね。はい。もうびっくり。足があったかくなるから何事と思っちゃうね。そう、どうしようかなと思って、結局、100円しかなかったんでね、株にしちゃったんで。ピヨンさん、プチトマトとミニトマト違うやん。ミニトマト4つ、プチトマト4つ。ミニトマト、そうか、プチトマトがちっちゃいのか。じゃあ、ミニトマトが、私がミディアムトマトかなって言ったやつかな。そう、だからミニトマト4つですよ。高いでしょ。そう、だからヨッシーさんと私は一緒。ミニトマト4つだよ。それで100円だよ、みたいな。最近そんな感じなのよ。だから農協の品揃えが。だからなんかね、微妙すぎてなんかちょっとね、買おうかどうしようか悩むんだよね。悩むんだけど、ただスーパーも高いんだよねって考えると、ここで買う方のが安いのかなって思うんだけど、スーパー行ったらスーパー行ったで、なんか120円ぐらいの野菜が30%引きになってたりとかするわけ。で、30%引きになってるといくらよ。30円ぐらいは割引になるっていうことだろう。ってことは、スーパーのが安いみたいな、なんかそんな感じ。そんな感じなんでね、どっちで買うのがいいのかなって悩ましいんだよね。てんたまさん、ちょっとした上司のわがまま。本当だ。本当そんな感じ。よしさん、ミニとプチ知らなかったです。確かにね、言われてみれば、そうだね、プチトマトっていうのもあるし、ミニトマトっていうのも、そっか、あるかっていう感じだな。気にしてなかったよね、その辺ね。言われてみればって感じだけど、だからそれでいくと多分ね、ミニトマトで、ミニトマトが4つで100円だよ。高いよね、みたいなね。だから丸々のトマト
1個分って考えたときに、トマト丸々1個よりもちょっと少ないかな、それとも同じぐらいかな、みたいな。なんかね、そんぐらいの、ここにもしてあって、手が濡れるからなんだと思って。ここにもしてあったの。いっぱい出たな、よかったな。もう出ないよりは、な、出る方がいいな。ね、そうだから、なんだっけ、もち丸じゃなくて、なんだっけ、もち丸じゃなくて、なんかもち丸が出てきちゃったら、もち丸しか出てこなくなっちゃった。なんだっけ、ゴンタじゃなくて、名前忘れちゃったけど、なんだっけ、亡くなっちゃったんだよね、猫ちゃんな。もち丸じゃなくて、なんだっけ、白黒のさ、もう、もち丸で、洗脳されて、汚染されて、もち丸しか出てこなくなっちゃった。なんだっけ、ゴンタじゃなくて、忘れたな。ね、白黒の猫ちゃん亡くなっちゃったらしいんだよね。それで、モンタだ、モンタ。そうそうそう、モンタ亡くなっちゃったみたいでさ、もう、っていう感じね。なんかちょっとショックっていうのかな。そうなんだと思ってね。まあ、もともと危うい感じだったからね。まあ、亡くなっても不思議ではないのかもしれないけどさ。まあね、なんだ、もちまるよりも、そのモンタの方が私、まあ見てたかな。いつも見てるってわけではないんだけど、なんかね、もちまるよりもモンタの方が見てる回数的には多かったと思ってね。なんかとうとう亡くなっちゃったみたいなんで、なんかと思ってね。なんかうちの子たちもね、年齢的に言うと、だってモンタが4歳でしょ。で、それの4倍ぐらいうちの子たちは生きてるっていうことじゃんか。もうそれだけでも十分ね、もう本当はありがたいなと。ね、なんか元気でここまで一緒にいてくれてありがとうよっていう感じだからさ。ね、だからもうね、生きててくれれば元気で生きててくれればみたいな、もうそんな心境よね、今ね。ピョンさん、なるほど、高いや、そうでしょ。高いでしょ。セッターはさ、もちまる。カニタンさん、モンタ、そうそう、モンタだよ。てんたまさん、もちもちね、ちょっとショックで、そうか、と思ってな。ぴょんさん、お皿に残ってる。そうなんだ、羨ましいな。羨ましいな。てんたまさん、それは全国の視聴者に悲しみが、広がったことでしょう。ね、そうだと思うよ。ね、ただあの人の、なんか編集がね、結構好きなんだよな。なんかすごいなと思ってさ、ずっと音楽とかつけないで、無音な感じっていうのかな。で、あんまり、悲しい感じで、作ってないんだよね、動画をね。それがね、いいなっていう感じだったんだよね。で、まあ、亡くなりましたって報告も、いや、辛かっただろうね、この動画作るのも辛いだろうね、なんて思いながらさ。で、まあ、最終的になんかね、明るい感じで締められてるんでさ、いやー、すごいなーなんて思ってさ、そんな動画を見たんでね、いや、ね、この子たちが元気で、日々ね、今でも生きててくれてることに感謝だよって感じよ。で、あと、なんだっけ。あと、なんだっけな。なんかはあった気がするけど、何があるかな。何してたっけ、農協行ってプチトマトの話して、プチトマトの話して、あと何があった今日は。株を切って食べたって話したな。で、ご飯炊いて納豆買い行ったのか。納豆ご飯にしようと思って、今日は納豆買いこうってで、そう、スーパー行って、そうで、セルフレジさ、できたはいいけどさ、
で、まあ、しばらくはセルフレジ使ってたけどさ、セルフレジ、なんか、レジの店員さんが暇店員さんがなんか暇なのかなんか知んないけど、最近さ、その他の店舗でもね、セルフレジがあるけれども、セルフレジに並ぼうかなっていう風にしてると、お決まりでしたらどうぞとか言われて、なんかこちらでもできますとか言われて、結局人のいるレジでお会計してんのな。あれと思って、セルフレジっていらなかったんじゃんみたいなね。なんかそんなことになってるなと思ってね。今日はそんな納豆買ってきました。吉井さん。あずき島はもう少し長く滞在して欲しかったです。はい、申し訳ね。そのね、もう少し長く滞在するには、アパホテルに泊まっちゃダメだったの。アパホテルに泊まっちゃダメだったんだよね。ただ私はアパホテルにも泊まってみたかったんで、もう美味しいどこ取りをね、欲張ったんで、小豆島にはね、そんなに入れなかった。そんなに入れなかったんだよね。船の時間なのかな。船の時間がね、ちょうどいいのがないんだよね。だから、その飛行機の時間までに帰ってこようとすると、昼間の船に乗って帰ってこないとダメなんで、そうするとね、入れないんだよ。なので、アパホテルには泊まらず、夜のうちに、飛行機降りてすぐに、なんだっけ、リムジンバス出発しますとかって言われるわけ。だからみんな飛行機降りた人はそのリムジンバスに乗り込んで、で、高松駅の方にね、行くみたいなんだよね。まあでもね、知らんか、みたいなね、まあ、天玉さんには言われてたけどな、天玉さんには、リムジンバスで前日のうちに高松駅の方に行かなきゃダメだよって言われたんだけどね。まあ、最初はいいや。最初はいいや。とにかく失敗して覚えて、なるほどって理解しないと次に行けない人なんでね、私はね。とりあえず一回ちょっとね、やってみようみたいな感じで、アパホテル泊まってみたけれども、船の時間があるんで、そうするとね、ダメなんで、アパホテルはね、泊まっちゃダメだったんね。えーっと、吉井さんとカニタンさんでぜひ、あ、そうだね、それがいいよな。私の失敗を踏まえて、私の失敗を踏まえて、もっとね、長く入れるようにね、組んでいってもらえたらいいなと思いますね。吉井さん、そういうことなら仕方ないですね。そう、それか、まあ、私が、帰りのね、飛行機がもっと遅ければいいんだけど、だからジェットスターを使うから。ジェットスターを使うと、あの時間に帰るしかね、その日のうちに帰れる方法がないわけよ。そうするとね、ああいうことになっちゃうわけよね。連泊は猫的に厳しいでしょうし、そうなのよ。だからまあ、元気でにゃんこがね、いてくれてる間はこんな感じよ。こんな感じよ。まあ、猫的にはね、世話を頼めばいいんだと思うんだけどね。まあ、最悪、なんかそういうことがあるようであれば、また人に頼めばっていうふうには思うんだけどね。ただ、今のところね、今まで頼んでた友人がね、なんか、うつが激しい、うつがひどいっていう話だったからさ、ちょっと彼女に頼むのはなって思って、だから新しく猫の世話頼める人がいればなっていうね、そんな感じ。けんたまさん。弾丸で小豆島は厳しいですよ。そうだね。そうだね。だっけ、レインボーなんとかじゃなくて、なんだっけ、レインボーなんとかじゃなくて、エンジェルロードか。なんか間違えたなと思ってさ、エンジェルロードだったっけ、行きたかったなと思って、
せっかくね、なんか干潮とか満潮とかさ、そういう情報も出てるんだよね。で、あ、そっか、情報出てるんだなと思って。で、晴れてるからね、せっかく行ける日なのにさ、天候的には行ける日なのに行けねえのな、みたいな感じだったな。ケンタマさん、だがそれでいいそうなのよ。結局な、結局、私の役割としてはそこなんだろうなって思ってるんでさ、ちゃんと上手にいけるのが私の役割ではなくて、もういちいちもうなんでそうなんの、なんでそうなんのっていうのが、多分私の生まれてきた人生の役割だと思って、だからこれできっと正解なんだろうなって思ってるんで、自分的にも納得してるんでね、じゃあまあいいかみたいな、そういう感じよ。ぴょんさん、アッパーホテルっていつも、千羽鶴あるの？あれって千羽鶴だったの？なんかね、鶴あるっぽいね。私も知らなくってさ、いや、鶴あるなぁなんて思って、で、なんかちょっと画像検索かなんかしたのかな。そしたら、その鶴が出てくるんで、なんかどうやらあるっぽいなっていうことがね、分かってるそう。だから泊まったおかげでそういうことも知れるんでね、楽しいよ。楽しいよ。行き当たりばったりな、下調べをあまりせずっていうのかな。で、まあ一応してるよね。その船の時間とか調べてさ、これ本当だと思って。アパホテル泊まれないねって思ったけどさ、だからどっちを取るかと思ったけどね。まあ確かに小豆島は行ってみたかったっていうのはあるけど、あるけれども、違うんだよ。何が違うのって感じよね。もう私も自分で自分のことがよくわからない。吉井さん、フェリー乗る時間も危なかった。かなり、そうそうそう、もうね、ヒヤッとしたよ。ヒヤッとしたよね。もうチケット買ったのに、みたいなね、もうヒヤッとしたよ。吉井さん、5分前は飛行機なら乗れません。そう、だから帰りの飛行機は危なかった。危なかったんだよね。うどんのつゆをね、探してる場合じゃなかったんだよ。探してる場合じゃなかったんだよね。なんか、保安検査場だったっけ？あそこを通るのって飛行機に乗る30分前かなんかに通っとかなきゃいけなかったみたいじゃんか。まあ、通ったから飛行機に乗れたんだと思うんだけど、取ったから乗れたんだと思うんだけど、自分は全然なんだ、そんなの知らないっていうのかな。そんなのは、急ではなく、普通に自分のタイミングで、じゃあお土産も買ったし、うどんの汁は飲めなかったし、あとやることといったら飛行機に乗るだけだみたいな感じで、じゃあ保安検査場入るかと思って、で、入ったんだよね。で、なんかさ、ずっとアナウンスで、その保安検査場が、混み合ってますので、なんか今日は混み合う予想なので、早めに通ってくださいってアナウンサーがさ、ずっと流れてるわけよ。でへえ、そうなんだ、なんて人ごと。人事で聞いてんのな。でね、自分のタイミングで、じゃあ、保安検査場でも入るかと思ってさ、全然余裕なつもりよ。だから、もうあとやることないからみたいな、なんかそんなつもりで保安検査のところにさ、入ったんだけど、で、まあ、搭乗チケットもさ、今回はQR、出せるからさ、余裕と思って、ね、この画面出せばいいんでしょうみたいな感じでさ、それで通ったわけよね。で、ところがその出した QR も乗る時の QR だったみたいなんだよね。でも自分ではちゃんと今回乗る QR をね、出してるつもりだったからさ、なんか、言って、で、なんかね、それ見ながら、なんか操作しながら見てくれてたのかな。で、ご安心くださいって言ってくれたわけよ。
で、ご安心くださいってなんか言われて、なんか、じゃあ大丈夫。なんかよくわかんないけど、ご安心くださいって言われて、よかったよみたいな感じで、普通に何もなかったように通ったんだよね。で、通ったけどさ、私が最後の一人、最後最後の一人だったみたいでね、あと後ろ並んでる人誰もいなくてね、みたいな、そんな感じでね、保安検査通って。で、後でよくよく時間を振り返ってみたわけよ。だから最近ほら、長崎のさ、空港行くのとかも調べてたんでさ。で、どうやらその飛行機に乗るためには、その保安検査の通らないと乗れなくて。で、それに通るには、飛行機に乗る30分前までに、通らないといけないらしいっていうことを、最近、昨日ぐらいに知って昨日ぐらいに知って、で、と思ってさ、あの高松空港の帰りな、あれ時間30分前とかだったよなと思って。危なかったななんてね、ちょっと、今更ながらに今更ながらに、おいおいっていう感じだったな。よかったよ、帰ってこれでってね。まあ、見守られてるんだと思いますよ。常々。常々ね、見えない存在からのサポートがね、入ってて、そういうね、うまい具合にいってるんだと思いますよ。本当ね、もう感謝しておりますよ。てんたむさん、飛行機のうどんだしが、休止していたのが残念でしたね。もうさ、前日からさ、飛行機降りた瞬間から、だしのうどんじゃない、だしのね、出る蛇口どこだって調べてさ。でね、1階にまずはさ、到着しちゃうじゃんか。でもその出汁が出る蛇口は2階だよなと思ってさ、2階登って。っていうかまあ最初1階のうどん屋さんが間違ってやってたら食べようと思ったわけよ。間違ってやってたら食べようと思って、まずうどん屋に行ったんだよね。そしたら、さすがにやってないなっていう感じだったんだよ。人はいたけど、食べれなそうだなっていう感じだったんで、諦めて、じゃあね、出汁のうどんじゃない、出汁が出る、蛇口の場所はどこだと思ってさ、2階に上がって。で、調べたっていうか探してたわけよね。蛇口どこだと思ってさ。そしたら、そのね、警備員かなんかの人に、2階はもうお店全部閉まってますからとかって言われて、そのようですねと思いながら、そのようですねって思いながら、はーいって言いながらね、はーいって言いながら探してるわけよ。探してんだけど見つかんなくてね、まあ見つかんないはずだよね。お店の中にあるんだもんね。で、お店やってないんだったら見つかるわけがないんじゃんさ。ああ、そうかと思ってね。でもそんなことは知らねえからさ、どっかにあるんだよなって思ってたんだけどさ、見つかんなかったんだよね。あ、見つかんねえよと思ってさ。で、ほら、次の日は時間がタイトなの分かってるからさ、そこで時間を費やしたくないなと思ってたわけよね。とにかく場所をさ、知っときたいっていうのがあったんだよ。場所を押さえときたいと思って。で、次の日ね、チェックアウトして高松空港着いた時に、ね、出汁が飲めるかなってね、そこにね、直行できるかなと思ってさ、それで知っときたいなと思ったのにさ、だから前日からよ。前日からまず飲めなかったじゃん、みたいなね。で、次の日朝行ったらまだ営業時間前だぜ、つって飲めなかったじゃん。で、帰ってきたらもう終了しましたって言われて、じゃん。3回アタックしてさ、3回アタックして見事空振りっていうな、笑いの神様が。今度は笑いの神様がな、味方してくれましたよって感じだったよな。残念でしたね。よしさん、あれは本当残念です。
だしってスープね、そうそうそうな。ペンタはさ、週替わりで地元の名店のうどんだしが補充されるのですよ。へえ、週替わりなんだ。それでメニューが書かれてたのかな。ね、ほら、荷物が流れてくるレーン、あれにね、なんかうどんも流れてくるみたいだけど、ま、本物じゃないけどね、おもちゃのうどんが流れてくるみたいだけどさ、そこにね、お品書きが書かれてたんだけど、普通にただのうどんのメニューが書かれてたからさ、これなんだろうなと思ってたんだけど、そのね、お店のあれだったんかな。違うか。クータが今、へそ天で、大切なところを丸出しで丸出しで寝ておりますよ。元気でいてくれてありがとうよ。えーっと、補充される。よしさん、本場のうどん屋の名店スープ購入した。ごめんね、びっくりしちゃった。購入したい。確かにな。で、ざまさん、よしさん、だしは当日にそのお店でいただくのが一番ですよ。まあ、そりゃそうだよね。てんたまさん、あとは作りたての出汁を瞬間冷凍したものが売られてはいますので、へえ、そうなんだね。すげえこだわりをさすがだな。さすがだな。よしさん、そうなんですか。生ものに近いんですね。すげえこだわりようだよね。そう、なるほどなって今思ったのがさ、その週替わりで、ね、お店の変わるみたいだから、その出汁がさ、そのさ、なんだっけ、スープ飲んでる人の動画いくつか見たわけよね。だから場所どこなのかなって知りたくて私は見てたんだけどさ、みんな場所はわかんないわけよ。とにかくその、出汁が出る、ね、あれの前で、なんかコップについで、じゃあ飲みますみたいなことやってる動画ばっかりでさ、場所がわかんなくて、で、それを見てたんだけど、なんかね、あんまり美味しそうじゃない。あんまり美味しそうじゃない感じで飲んでる人いたんだよね。なんかそのうどんの出汁だっていうことを分からず、なんか注いで、なんかやっぱりスープみたいな感じで、飲んだみたいなんだけど、なんだか分かんなかったみたいでさ、なんだか分かんなかったみたいで、何これみたいなね、リアクションだったんだよね。だから店によってそういうね、こだわりが強い、なんかね、特徴的なお店とかもあって、なんかそういうのに当たったのかもしんないよね。なんか生臭いとか生臭いとかコメントしてたんで、なんだうまくねえのかよと思ってさ、うまくねえのかよと思ってさ、なんかちょっとそれもヒヤヒヤもんだったんだけどな。それ以前に飲めなくて残念だったけどな。まあ普通ですよ。まあね、だし、うどんのだしっていうことよね。ナイスパ、ありがとうございます。うどん大です。嬉しいです。大変助かりますね。空港のうどんで1000円超えだった。1000円超えだったの、ちょっとびっくりな。そう、なんか勝手なイメージでさ、香川のうどんはなんか1杯40円で食べられるみたいな、なんか昔そんな映像を見ちゃったせいでさ、なんか安いっていうイメージがあったんでね。ただまあ今ね、物価の値上がりと小麦の値上がりでな、まあそういうわけにはいかないだろうなっていうのはあったんだよね。あったんだけど、まあ、でも普通のさ、高松駅の前にあったうどん屋、メリケン屋だっけ？メリケン屋のうどんでも450円だったっけ？ねで、だからそう考えるとなんかあんまり安くないよなっていう感じだったんだよね。で、まあ、あそこで450円で、空港のうどんもさ、まあ、値段的には多分同じぐらいの金額だったと思うんだよね。ただまあ、トッピングをさ、して、で、まあ、せっかくならおでんも楽しみたいっていうのでさ、おでんも、おでんもさ、関東では見かけない豆腐
まあ、もしかしたら豆腐あるお店もあるのかもしんないんだけど、私的にはなんか関東で豆腐のおでんは食べた記憶がないんで、じゃあ豆腐と思ってさ、豆腐掴んだらさ、豆腐200円でさ、高っ。200円か高っと思って、でももう取っちゃったしね、みたいな感じでさ。まあでもね、どれ食べるっつったらやっぱ豆腐だよなと思ったから、まあいいかっていう感じでね。で、まずそこで200円じゃん。で、うどんでしょ。で、わかめが200円ぐらいだったわけよね。で、卵別にね、まあいらなかったなと思ってさ、メリケン屋でも卵乗ってたからさ、だから結局同じ卵乗せちゃったよねっていう感じなんだけど、ただ天ぷら丸い天ぷらが気になってたわけよね。事前のさ、その動画の調査でさ、どんな感じかなって思ってた時に、丸い天ぷらがあって、この丸いのなんだろうって思ったわけよ。で、ね、やっぱり卵だったのかと思って、卵にしてはまん丸だし、ちょっとちっちゃいかなっていう感じだったから、この丸いのなんだろうなっていうふうに思ってたんだけど、卵かと思ってね。まあ、この丸いの気になってたから、まあ、卵だけど、まあいいかと思って乗せてな。もうとにかくうどんいっぱい食べるつもりでさ、お腹空かせるつもりでさ、いたのにさ、意外と食べれなかったっていうのかな。だから船のな、うどん食べればよかったなとかさ、後からは思うんだけど、ただ船のところでメニュー見たときにさ、なんかあんまり惹かれなかったんだよね。なんかあんまり惹かれなくてさ、なんだっけ、きつねか、きつねか、なんだっけ、もう一種類ぐらいだ。なんだっけ、タヌキではなかった気がしたけど、タヌキとキツネだったっけ。なんかね、なんか惹かれなかったんだよ。なんか惹かれなかったんだよね。それで食べなかったんだよね。後から考えればさ、食べときゃよかったなって思ったんだけど、時間あったんだからと思ったんだけどさ。まあでもあそこで食べてたら空港で食べなかったかもしれないんでね。まあね、結局うまくいってたんだろうなとは思うんだけどさ。そう、だからもうトッピングな、200円、400円。だからトッピングで500円超えてるわけか。したらな、そりゃ1000円超えますわねっていう感じね。だから上にもあったじゃん、うどん屋さ。あそこはなんかちゃんとした定食みたいになっちゃってるみたいだから、だからまあトッピングマジックがない分、逆にそっちで食べた方のが安く済んだのかわかんないけど、まあそもそもの単価が高かったみたいなんでね。まあそれよりは1回で食べたので、ね、おでんも楽しめたし、まあ良かったかなって思ってんだけどな。えーっニュースパ。空港のうどんは高いですよね。そうなんだね。トッピングマジックかなと思ったんだけどな。地元のうどん屋はモーニングでかけ190円。やっぱり今でもそんくらいの金額でやってんだ。なんか昔テレビ見たときに、なんか40円で朝のうどんやってたわけよね。まあトッピングはなしでね、素うどんでね。なんかそのイメージがあったからさ、安いと思ってたらさ、450円だったから、時代が違いすぎたかって思ったんだけど、そうでもないよね、190円だったらね。てんたまさん、おでんは120円超えると高いですよな。200円だったから、あれ豆腐1丁200円って考えたらさ、冷静に考えると高くねと思うけど、まあね、普通にスーパーで買ってきた豆腐ってわけではなくてね、まあ、調理済みのね、豆腐をお店で食べるわけだから、まあ、そんくらいの値段かとは思うんだけど、思うんだけど、思うんだけど、値がケチだからよ、みたいなな。ペンタはさん、半熟卵はテクニックいりますね。そうなんだね。だからあんなまん丸なんだ。なんか卵にしてはまん丸だし、ちっちゃいし、これなんだろうなって気になってたんで。じゃあまあね、買ってよかったな。よしさん。自宅近くの居酒屋、おでん1個350円を
激高です。高いな。食べたけど、普通の味。あ、そうなんだ。やっぱり所詮はおでんなんだな。値段でなんか特別感あるわけじゃないんだ。ねえ、なんかそんだけ高いとなんかあんのかなって思って逆に買ってみようかなって気になっちゃうな。騙されたな。騙されたな。ペンタマさん。波に揺られながら食べるのがいいのです。ああ、そうなんだね。もう乗った瞬間すでに食べ終わったの器があったのがびっくりだったな。ペンタマさん、あずき島の池田港行きの国際フェリーのうどんは、テラスでも食べれるのでおすすめですよ。ああ、それいいね。だからもう次は、次行くときは、もう、アパホテルには泊まんないから。泊まんないかな。空港着いたらすぐのリムジンバスに乗って、で、高松駅の方まで行って、そうすればね、いろんな船ね、選べる時間があるからね、選べるからね、それで行けば、それで食べれるだろうな。天様さん、朝から出汁を取ってるので、味でも、おすすめ。あ、ね、ちゃんと取ってるってさっきそういえば言ってたっけ？それか。いいよね。よしさん、あずき島池田港国際フェリーのうどん屋さんはテラスがあるのですが、おしゃれです。景色もいいのですね。行ってみたいね。ね、本当に時間一瞬だったので。ただもう一回行くとすると、ね、それなりに今回やったやつもう一回やるんだよなって思うとね、なかなかあれだなとは思うんだけど、まあでもね、経験してもいいかなっていうところだったよな。いや、楽しめましたよ。ありがとうございます。というわけで本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録とグッドボタンを押してスパチャを上げといていただけると私が笑顔になりますのでよろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければお友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方はこのチャンネルには猫の動画がいっぱいありますのでそちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。というわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、夢見てね。おやすみなさい。バイなら。